はライスコロッケを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ライスコロッケを作っていきたいと思います。このライスコロッケはご飯が余った時にね、とてもぴったりな一品になります。今回ご飯にですね、トマトソースを絡めていくんですけれども、そのトマトソースも手作りして作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにトマトソースの材料からご紹介します。材料はこちらです。トマトの缶詰、玉ねぎ、にんにく、オリーブオイル、お砂糖、料理酒、ケチャップ、顆粒コンソメ、塩コショウ、こちらの材料で作っていきます。まずトマトの缶詰なんですが、今回ホールタイプを使用します。もちろんカットタイプを使用していただいてもいいんですけれども、ホールタイプの方が旨味があってとても美味しいので、ぜひホールタイプを使って作ってみてください。あと味のポイントなんですが、少しお砂糖を加えてください。そうすることで味にコクが出て美味しい仕上がりになります。それでは続いて残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。パン粉、薄力粉、卵、ベビーチーズ、ご飯、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まず今回ね、ライスコロッケの中にチーズを入れていきたいと思います。今回はベビーチーズを使用していきます。こちらはですね、お好みのチーズを使用していただいて OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにトマトソースから作っていきます。まず玉ねぎをみじん切りにしてください。みじん切りのやり方はね、やりやすい方法でやっていただいて OK です。では切っていきます。はい、玉ねぎはこのようにみじん切りにしてください。では続いてにんにくです。こちらはみじん切りにします。まず半分に切って、そしてにんにくの芽を取り除いてください。これはえぐみの原因だったり、あとは焦げる原因になるので必ずね、取り除きましょう。はい、そして取り除いたらみじん切りにします。にんにくはこれで OK です。それではね、フライパンで炒めていきます。まずフライパンにオリーブオイルを敷いてください。そして火にかけます。火加減は中火です。ここににんにくを入れましょう。そしてね、にんにくの香りが出てくるまで一度炒めます。はい、でこのようにじゅわじゅわっとしてにんにくの香りが出てきたら玉ねぎを炒めましょう。これでね、まず玉ねぎに火を通していきます。ちょっとね、塩コショウも振ってください。はい、OK です。このように玉ねぎにきちんと火を通してください。そしたら続いてここに料理酒と、あとはお砂糖、そしてケチャップ、あとはコンソメ、こちらを加えて一度炒めます。このように炒めたら、ここにトマトの缶詰を入れましょう。そしてね、トマトを潰しながら炒めていきます。はい、あとはね、こちらをちょっともったりしてくるまで水分を飛ばしながらね、加熱していきます。はい、これで OK です。このぐらいですね、ぽってりするまで煮詰めてください。このようにペーストみたいな感じの仕上がりにします。だいたいね、5分から7分ぐらいですかね、しっかり煮詰めてみてください。あとはね、味見をしていただいて、お好みでね、味の調整は行ってみてください。はい、トマトソースはこんな感じですね。このようにバットに開けて軽く粗熱を取ります。今の状態で約ね、300g のトマトソースになってます。はい、それではね、ご飯を用意してください。ここに先ほど作ったトマトソースを入れていきます。大さじ1、大さじ2ですね。まずね、大さじ2杯入れて混ぜていきます。ご飯はね、ちょっとあったかいものをね、使用してください。熱々じゃなくても大丈夫です。今ね、こちら大さじ2杯入れた状態です。もうちょっと入れようかな。お好みで大さじ2から大さじ3杯ぐらいね、入れていただくといいかなと思います。
はい、ご飯の準備はこれで OK です。そしたらこちらをですね、6等分にしておきます。大体で大丈夫です。このように6等分にしてください。ではチーズを用意してください。このチーズを6等分にします。こんな感じでね、大体1センチ角ぐらいに切ってみてください。それではね、まな板にラップを用意してください。ここにご飯をね、1ブロック取ります。そして広げます。広げたら中にチーズを入れましょう。そしてラップを使って丸めます。チーズがね、飛び出ないようにしてください。最後はね、このようにきつめに握って形を整えてください。こんな感じでね、しっかりめに握って形を整えてください。ではね、残りも同じように握っていきます。はい、このようにね、しっかりめに丸めてください。そしたらね、今からこちらに衣をつけていきます。衣に使う卵なんですが、こちらはね、卵1個をまず溶きほぐして、こんな感じでね、しっかり溶きほぐしたら、半量はね、別の容器に移して何か他のお料理にね、活用してください。それではね、衣をつけていきます。まずですね、こちらの薄力粉を表面にまぶします。これはね、軽くまぶすぐらいで OK です。少しはたきます。はたいたらまたね、きつめにね、握ってください。こんな感じ。このように薄く薄力粉をまぶしてください。はい、薄力粉はこのようにまぶします。続いて卵を表面につけて、最後パン粉をくっつけてください。ではまず卵ですね。卵を全体につけて、そしてパン粉をつけます。パン粉はね、ぎゅーっと押さえてしっかりめにね、くっつけてください。はい、こんな感じです。このようにパン粉をまぶします。ではね、残りも同じように卵をつけて、そしてパン粉をまぶしてください。まぶし終わりました。こんな感じでね、しっかりパン粉をつけてください。それではね、今から油で揚げていきます。それではね、フライパンを用意してください。そしてフライパンの底からだいたい 1.5 センチぐらいの油を注ぎ入れます。はい、そしたら火にかけましょう。今回は170度ぐらいの温度で揚げていきますので、それまでまず油を温めてください。それでは適温になったので油で揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいです。そのぐらいになれば OK です。そしたらね、こちら揚げていきます。やけどしないように注意しながら入れてください。このままですね、表面がカリッとするまで揚げていきましょう。もう中はね、そのままの状態で食べれるので、表面にね、揚げ色をつけるイメージで揚げてください。そして揚げる時のポイントなんですが、揚げ始めてからね、すぐ動かしてしまうとパン粉が剥がれやすくなります。なので加えたらですね、そのままちょっとね、パン粉が固まってくるまでは触らずに揚げてください。これでだいたい1分ぐらいしたら一度ね、コロッと転がします。そしてまたね、このように動かさずに揚げていきましょう。はい、でまた1分経って全体のね、パン粉が固まったら、あとはですね、ちょっと様子を見ながらその都度転がして、そして全体に均一な揚げ色をつけてください。だいたいね、2分30秒から3分ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。はい、 OK です。このようにいい揚げ色になったら取り出しましょう。このようにね、美味しそうに揚がりました。表面もね、こんな感じでサクサクに仕上がってます。それではね、器に盛りたいと思います。ではね、盛り付けていきます。まずですね、この一番下に作っておいたトマトソースを敷いてください。はい、こんな感じ。そしてライスコロッケをのせていきます。3つぐらいかな、のせてください。こんな感じ。あとはここに分量外ですが、粉チーズと、あとはパセリをね、散らしたいと思います。粉チーズと、あとはパセリをね、最後散らします。これでライスコロッケの完成です。盛り付けはね、こんな感じでやってみてください。
はい、これでライスコロッケの完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はこのような仕上がりになってます。中のチーズはね、とろけて柔らかい仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではソースをつけていただきたいと思います。ではいただきます。美味しい。このトマトの旨味が引き出されてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のライスコロッケのポイントです。まずですね、今回トマトソースを手作りしてます。トマトソースを作るときはトマトの缶詰を使用するんですけれども、こちらをカットタイプよりもホールタイプがおすすめです。もちろんカットタイプでも作ることはできるんですが、ホールタイプの方が旨味が強いので、ぜひホールタイプを買って作ってみてください。そしてトマトソースを作る時のポイントです。まずはじめにニンニクを軽く炒めて、香りが出てきたら玉ねぎをしっかりめに炒めてください。あとはですね、ホールトマト以外の材料を加えて全体になじませて、その後ホールトマトを加えて、そして潰しながらしっかり煮詰めてください。ここでしっかり煮詰めて水分を飛ばすことでトマトの旨味が出てとても美味しい仕上がりになります。なので少しね煮詰めるのに時間はかかるんですけれども、きちんとね煮詰めて作るようにしてください。そしてその後ですね、ご飯の中にトマトソースを入れるんですが、だいたいね目安としては大さじ2杯から3杯ぐらいを目安に入れてみてください。あんまり入れすぎるとね握りにくくなってしまいますので、入れすぎには注意していただけたらと思います。そしてその後はご飯を6等分にして、そしてラップの上にご飯を敷いて中にチーズを入れてきつめに丸めるようにしてください。握るのが甘いと揚げてる時に崩れたりしますので、しっかりきつめにね丸めるようにしてください。あとはですね、薄力粉、卵、パン粉をまぶして油で揚げるだけなのですごく簡単です。揚げる時のポイントとしては、揚げ始めてからパン粉がしっかりね固まってくるまでは裏返さないようにしてください。ここで動かしたりしてしまうとパン粉が剥がれやすくなりますので注意していただけたらと思います。トータルでだいたい2分半から3分ほど揚げていただくといいかなと思います。そして今回はですね、中にベビーチーズを加えてます。ベビーチーズはねとろっとね伸びる感じというよりはとろける感じに仕上がります。こちらの中のチーズはねお好みのものを使って作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はライスコロッケを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。